皆さん、いつもご視聴ありがとうございます。今回はですね、コテをこう並べてみたんですけど、海外製と、前回話しました日本側の投資の海外製、純粋な海外人の中国とか韓国とか他の国のオーナーさんのコテと、日本側で指導して日本投資 100% の海外の工場と、これが私たちもお付き合いさせてもらってるんですけど、お付き合いというかいろいろ意見の交換とかやり取りとかさせてもらってますけど、東北の方の岩手の方のコテと宮崎のコテですね。4種類並べましたけど、まず何が違うのって言ったら、わかりますかね、この海外製。海外からそのまま送られてきたやつですね。よくこういうビニールとかがついてるケースが多いですけど、もうはめたときにちょっともう入りづらいですね。と手が伸びない、もうこの状態になってしまってます。これ同じ L サイズというか標準のサイズなんですけど、もう開かないですね。ちょっと握りも浅いというか。ただ、どういった時にこういうコテを使うかというと、安い防具を、販売店さんとか安い防具を、欲しいとか、コストをダウンしたいとか、メーカーさんが海外に頼む時とか、言われた時にやっぱりこういう安い、もう割り切って安いコテっていうのが作られるケースが多いです。あと、やっぱり海外のこの握りも、やっぱりちょっと技術的なものもあるんだと思いますけど、安い防具の場合にこういうコテが起きてくるケースが多いですね。ただ、価格的に言えば、このコテが一番安いです。日本の80%、70% が海外の投資家、海外の人の工場から日本のメーカーさんとかが買ってますんで、いろんなメーカーが買って送ってくるのがこういうコテだと思います。でも私の会社でも割り切って安いやつが欲しいから安いやつを用意してくれとか言われたらこういうコテも用意しますけど、あまり使わないですね。ご紹介で。これが、日本側の投資を 100% して日本の工場の人たちが海外に教えてるやつですね。結構、握りやすい。開きますね。やっぱり日本側から教えて、技術指導とかもしてますんで、柔らかい作りになって、これに比べると入れやすいかなと思います。そうですね。手首の可動域もいいですね。ただ、日本製の材料を使ってます。仕掛けとか軽い、ここ頭が仕掛けで、二の腕が日本製の綿詰めてますけど、やっぱりしっかりしてますね。これも詰まった感じがあって、後でペタってへたれるのかなと思いますけど、結構しっかりしていいコテです。これだったら、握りも安く、いいと思います。日本製に比べると、リーズナブルで、いいコテなのかなと思います。ただ、この純粋な、こういう海外製とかと比べたら、少し割高になるかもしれないです。あとこれは、岩手の方の防具ですね。見かけると、宮崎の防具と比べると、やっぱり特徴が少しあって、日本製なんで、いろんな型紙とかもいっぱいあるんでしょうし、いろんな作り方もあるので、この置いてあるコテで比べると、やっぱりしっかりしてますね。岩手の方も。見ると、どっちかというと、しっかりしてガチッとした、もう作りがガッてしてるやつは、やっぱ、岩手の方のコテが
ガチッとしてるかなと思いますね、こう見たときに。どっちかというと、こう、宮崎のコテの方が、こう、軽やかというか、こう、なんか可動がしやすい。まあ、作りは結構綺麗ですね、両方。やっぱこちらに比べると、やっぱり作りとか、そういったのは本当に綺麗ですね。作り方もしっかりしてます。なんで、これだったらもう自分の手形とかに合わせて、ご屋さんに合わせて、まあ、ヒムカだったりとか、岩手の方に頼まれると、しっかりしたコテが出来上がるけど、まあ、こういう海外製に比べたら純な海外製と、まあ、日本投資 100% の海外の工場と比べるとやっぱり高くはなりますけど、しっかりしたやつができると思います。なので、まあ、用途としてはもう一番安いので割り切って、もう、まあ、使いやすさとかは関係なしに、まあ安いからいいよって言われるんだったら、こういう海外の工場がいいのかなと思います。で、まあ、なんて言いますか、まあ、ある程度しっかりした海外でも安いけど、しっかりした工場のやつが欲しいって、日本種子 100% の工場の商品が欲しい、海外製の中でも使いやすいって言われたら、こういうのがおすすめですね。あとはもう日本でもう本当に自分専用の自分の手に合ったやつが、ちゃんとしたやつが欲しい。自分の用途に合わせて試合、練習合わせてしっかり作ることもできるし、試合用向けに柔らかく作ることもできるんだったら、こういう宮崎の工場だとか依頼されてみてはどうですかね。これはまあ大まかに分けて、この間もどこで防具は作られてるのっていう話を YouTube とかでしてますけど、まあこういう流れがありますんで、割り切ったものを使うのか、しっかりしたものに変えていくのか、まあ、ご予算に応じてだんだんありますんで、検討されてみてはいかがでしょうか。まあこういったのも一つの見解なんで、まあ少しの知識として取ってもらえれば、これが 100% じゃないんで、いろんな見方もありますから、参考だけにしてもらえればありがたいかなと思います。まあ、また、いろいろ紹介していきますんで、よろしくお願いします。Yeah.